同じ音を弾いてるのになんだか違うぞってことありませんか？実はそれ理由があるんです。はい、こんにちは。いそちギターです。この動画ではギターを感覚だけじゃなくてちゃんとわかる話をしていきます。今日は弾く場所、止まる場所、それからピッキング、この3つで音の聞こえ方がどう変わるかを説明していきます。なるべく今日は頭が痛くなるような音楽理論の名前は使いません。音を聞いてそういうことかってなる内容です。はい、まず本編1。実はギターは同じ音でも場所によってニュアンスが変わってきます。例えば全く同じ音なんです。音の高さも同じです。でも音のスピード感だったり前に出る感じっていうのは結構違いますよね。音は音程の高さだけじゃないんです。実は音を出す場所によっても変わっていきます。これは何でかっていうと質量の関係です。皆さんは大きいスピーカーほど音量が出るような気がしませんか？大きい機材ほどいい音が出るというイメージがあります。でそれはなぜかというと根拠がありまして質量が違います。例えば6弦は太いので質量が大きいです。この音とこの音は一緒です。なんとなく6弦の方がアタックが強いような気がしませんか？実は弦が太いほどアタック音が強くなります。でもこっとした感覚があって、音は遅くなります。で逆に細い弦は倍音が出やすくて、パキッとして細いです。で音は速くなります。同じリズムでも遅い弦の方が速く感じます。というように弦が細くなるほど音は速く聞こえます。はい、先ほど触れていたようにちょっと違いますが大きいスピーカーほど重い音に期待されているような感じです。で実際機材も重たい方がいい音がするよねっていうのが未だにあります。続いてパート2。実は同じフレーズを弾いてても止まる音でフレーズの役割が変わります。今弾いたフレーズはペンタトニックです。でもこれを止まる場所を変えていくと役割が変わってきます。このスケールとか音の並び方はそのままでも終わりのポイントを一つだけ変えることで役割が変わってきます。例えば今始まりから終わりに向かってまとまった感じが出ます。じゃあ続いてちょっとずらします。まだ続きそうな感じを残していますよね。じゃあ今度は弾いたフレーズに戻っていきます。やっぱり終わった感じはしないですよね。じゃあ今度はトニックに戻るようにします。なんだか曲が終わったなという感じがしませんでしたか？はい、その通りなんです。これはトニックに解決しました。はい、そうなんです。今みたいに音の並び方は同じなんですが、落ち着く場所、たどり着く場所によって実は同じフレーズを弾いていても止まる音で役割だったりどんなイメージを与えるかっていうのが変わってきます。例えば飛行機が飛んで着陸する空港が変わるようなイメージです。空港によってイメージって180度変わってくるんですよ。飛行機が飛んでって旅行先に飛んでったらまだまだ旅行が続いていくイメージかもしれません。ただ最初にいた空港に着陸するとどうなると思いますか？帰ってきたなと感じると思います。それが音楽でも起こってます。さっき弾いたたどり着いたなっていうところを高い音で弾いても同じ現象が起きます。たどり着いたなという感じがします。はい、続いて3つ目の話です。実は同じポジションの同じ音でも
ピッキングの強さによって音が変わってきます。すごくシンプルな話です。伝える強さによって音が変わってきます。手を強く叩くのと一緒ですね。じゃあ強く弾くとどうなるか。じゃあ普通のピッキングだとどうなるか。じゃあ優しく弾くとどうなるか。結構イメージ違いますよね。実は音程やポジションだけじゃなくて、ピッキングの強さを変えるだけでキャラっていうのは全然違ってきますよね。音程やポジションを変えていませんが、キャラは全然違いましたよね。これはピッキングの強さで音のアタックや余韻の出方が変わってきます。これによって音の盛り上がり方だったりフレーズの強調、それから大きなダイナミクスを作ることができます。ダイナミックスは音楽を表現する上で無限の可能性があります。これが今日の動画で一番大事なことです。優しく弾くのもいいし、強く弾くのもありなんです。例えば優しく弾いてもいいですよね。はい、それじゃあまとめです。今の3つ、実は全部同じ話なんです。ポジション、それから止まる音、ピッキング、音の高さを変えずに聞こえ方を変えています。厳密には2回目の止まる音に関しては音が変わっていますが、そこに至るまでの音っていうのは変わっていません。実は音って思っているよりもずっと立体的です。譜面上の平面なもので考えるのではなくて、もっと立体的で捉えてみると深みが増していきます。実は同じギターでも同じポジションの同じ音を出していたとしても、個性や違いっていうのが出てくるものなんです。違いが出てくる楽器なんです。これが音楽の深みだと思っています。で、今日のポイントとして、実は全部同じ音だったとしても、音をどこで鳴らすのか、どこで落ち着いていくのか、どう鳴らすのか、これだけで音のキャラやニュアンスが変わっていきます。不思議ですよね。この3つが見えてくると、ギターがかなり楽しくなってきます。自分らしい弾き方や気に入っているポジションの表現を身につけてギターは楽しくなります。はい。このチャンネルでは年齢やテクニックに関係なく、ギターが楽しいという瞬間を大切にしています。もちろんテクニックや音楽理論についても触れていきますが、音楽が楽しい瞬間をゆっくり共有していくチャンネルです。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、いいねやチャンネル登録などぜひよろしくお願いいたします。まだなのか。いいからチャンネル登録だ。次の動画だ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。